どうもこんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、多分気まぐれクック史上、一番高級な魚が来ます。間違いなく今までで買った魚で、一番高かったです。値段はちょっとね、あんまりにも生々しくて、言えないんですけども、すごいのが来ます。その魚が、チョウザメなんですよ。しかも、お腹がまだ割ってなくて、お腹の中にキャビアがずっしり入ってる個体。それを購入しました。お腹が裂いて、キャビアが抜き取られてるチョウザメっていうのは、結構安値で買えるんですよね。ただキャビアが入ってるとなると、もうボン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 ってここら辺まで値段が高くなるんですよ。というわけでもうすぐ来ると思いますんで、まな板で待機しましょう。すごいのが来た。すごいのが来た。すごいですね。うわー、すごい。ありがとうございます。想像の2倍ぐらい大きいのが来ました。ちょっと一度これ、まな板の上に上げますね。うわでかっ。なるほど、お腹が上になって入ってるんですね。この中に卵がびっしりなんですね。そしたら今日はこちらのチョウザメは2本立てでお送りしたいと思います。1本目はこちらのキャビアだけを使った動画で、2本目はこのチョウザメの身を使った動画。今日はこちらのキャビアを仕込んでキャビアの動画です。うわ、すげえわこれ。マジか、でかすぎるなこれ。はい、改めまして、本日の食材がこちら、チョウザメ。っていうことでね、まな板に乗せるのも一苦労でした。で、こちら、シベリアチョウザメっていう種類で、いろいろチョウザメ種類いるらしいですね。ダウリアチョウザメ、あとカラチョウザメとか、あと普通のチョウザメとか、いろんなチョウザメがいるみたい。で、この見た目からわかる通り、こちらのチョウザメ、古代魚でございます。何万年、何千年、何億年前かはわかりませんけども、ずーっと前からいる魚です。で、こちらのチョウザメ、一見海にいそうな魚なんですけど、実は違う淡水魚なんですよ。今日買ったこちらのチョウザメも、陸上の大きなプールみたいなところで育てられたチョウザメでございます。で、観察していくと、尻尾はね、ほんとサメですよね。ほんと淡水魚とは思えない尻尾しております。見てほしいのがここ、タグがついてるんですよ。一匹一匹こうやって大事に育てられたチョウザメです。触ると黒いこのヌルヌルがつきますね。匂いはね、ないです。なんかもっと臭いかなと思ったんですよ。全然臭くない。綺麗な水で育てられたんだろうな。で、こうヒレがたくさんついておりまして、ここはね、なんだろう、骨なのか皮目なのか、筋が浮き出てますね。で、お腹ですね。で、これ顔がかっこいい。僕こういう顔好きです。結構タイプな顔してるんですけど。でね、この鎌周り、ここめちゃくちゃ硬いです。石みたいです。で、お口がこんな感じ。サメって言うんで牙がすごいかなと思うんですけども、全然歯がないです。こう手入れても全然平気。で、目はとってもちっちゃいですね。で、これ、鼻の穴ですかね。なんか2つありますね。大体なんか1つのイメージあるんですけど、チョウザメは2つ開いてます。口の先っぽが、なんかてん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 ってなってます。普通のサメのピット器官だっけな。そんな感じですよね。で、これヒゲも生えてます。そんな感じのお魚。では、お腹を開いていきます。あんまり深く入れちゃうと、キャビアに傷がついちゃうと思うんで、本当に浅く浅く包丁を入れていきます。結構弾力のあるな。できるだけ逆包丁にして、でさらに、刃先はこうですね。できるだけお腹の中に、刃先がいかないように。うわ、ちょっと見えてる。はい、こちら、お腹が裂けました。こちらが、チョウザメのお腹から出てきたばかりのキャビアです。まだ何も味がついてない生のキャビア。これね、黄色い筋がこう入ってるじゃないですか、こうやって。これ別に、傷んでるとか、なんか内臓の汚れが出てるとかじゃないんですよ。これは、チョウザメの内臓脂肪なんですよ。チョウザメは卵の周りに内臓脂肪がバーッとついちゃうんですよね。こういう風にひらひらと一個一個分かれる感じ。なんかパッと見ね、数の子の真っ黒バージョンみたいだなって思います。で、キャビアが2腹ついてますね。かなりの量ですよ、これ。本来、もっともっと脂がある個体っていうのは、末期っきりです。で、今日買ったチョウザメっていうのは、養殖場で結構食事制限して、内臓脂肪の付きを抑えたチョウザメなんですよね。
で、なんで内臓脂肪を抑えるかというと、仕込んでいくうちにわかると思いますんで、僕もね、このキャビアをバラすなんてしたことないんで、うまくいくかわかりません。けど、ネットの情報を頼りに、頑張って試行錯誤でやっていきたいと思います。よし、そしたらこのキャビアを剥がしていきます。で、あんまりね、思いっきりやっちゃうと、キャビア潰れちゃいそうな気がするんで、ゆっくりゆっくり、包丁を使わずに手で剥がしていきます。膜もね、手で簡単に剥がれますね。はい、一腹取れましたね。はい、こちら、チョウザメの卵。この一腹でいくらするんだろう。で、もう一腹ここにありますからね。でもね、全然匂いがないんですよ。全く臭くない。びっくりしちゃう。本当に無臭ですね。はい、二腹目。うわ、やべ。はい、そうしたら、あとはここですね。まずここに付け根がありますね。付け根を切っちゃって、はい、これがもろもろの内臓ですね。肝臓、胆の胃袋がどこだろうって感じですね。これか、胃袋。胃袋ちっちゃいですね。で、これが浮袋かな。これ浮袋ですね。結構ね、頑丈な浮袋がついてます。そしたらこちらのチョウザメは、冷蔵庫で寝かします。これ昨日まで生きてたんですよ。なのでまだ身がプリプリなんですね。で、チョウザメは、寝かした方がうまいっていうことですので、1週間ほど寝かしたいと思います。で、こちらのチョウザメの身を食べる動画は次の動画でお送りしたいと思いますんでね。そしたら、キャビアの重さを測っていきたいと思います。で、キャビアって、だいたい魚体の1割ぐらいの卵の量があるんですよ。今日のチョウザメが 10.3 キロですね。なので、ほぼ10キロ。なんで、1キロぐらいあると思います。まずは、バットを乗せて、で、表示を0にすると。バットの重さはマイナスされました。さあ、1キロ。なんで1000グラムですね。あるかな？まずは片一方。よいしょ。お、467。こっちの方が大きいので、これありますね。余裕で超えるんじゃないですか。1キロどころじゃねえよ、これ。うわ。1キロどころじゃない。ほぼ 1.3 キロ。1284グラムですね。すげえ。じゃあ卵パンパンだったんだ、あのチョウザメ。ちょっとこの何も味付けしてない生の状態のキャビアも食べてみたいな。これはなかなか食べれないですからね。いただきます。味ないっすね。キャビアのクリーミーな感じはあるんですけど、何か口の中に入ったなって感じです。それのみ。ちょっともったいないんで食べるのやめときます。ちゃんと味付けしてから食べますね。そしたら取り出したこちらのキャビア。まだ卵膜とか内臓脂肪がついてますので、それを取り除いて、この卵だけにしていきます。この作業が結構大変なんですよ。で、取り方が、こういう網目の粗いザルに卵を置きます。そしたら優しくガリ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 とやります。そうすると、面白いぐらいに剥がれるんですよ。で、意外に潰れないんですよね、これ。グッグッグッってこう、押すんじゃなくて、あくまでも網の上で転がしてあげる。コロ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 と。こんな感じでやっていきます。で、たまに向きを変えて、こうやって、コロ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 やっていきます。これを全部やっていきます。これ結構大変な作業だな。頑張ってやっていきたいと思います。で、これがキャビアが取れた後の卵膜と内臓脂肪ですね。できるだけ卵膜に卵を残さないように、一粒一粒丁寧にやっていきましょう。はい、じゃあこのように取れました。これがバラし終わったキャビアですね。で、そしたらこちらのキャビアを洗っていきます。ザルでゴシゴシってやるとどうしても内臓脂肪もこういう風に入ってきますんで、これを取り除いていきます。お水に日本酒を入れます。で、それを入れます。そしたらこれをこしていきます。やり方合ってんのかな、これで。だいぶ綺麗になりましたね。ほら、かなり黒くなりました。そしたら洗ったキャビアを一度ボウルに移します。そしたら大きい器に水を張って、で、氷を入れます。氷を入れたらそこにキャビアをボウルごと入れます。で、今からやる作業がキャビアを作る工程で一番大変な作業ですね。油取りっていう作業。冒頭で
食事制限をして内臓脂肪を少なく育ててるよっていうお話ししたと思うんですけど、この工程の手間を少なくさせるためなんですよ。もっと内臓脂肪があるやつだともっと大変なので。こういうのですね、こういうの。これ。こういうのです。この白い塊。これを一個一個取っていきます。気の遠くなる作業ですけど、頑張っていきます。まあでも今回は売り物じゃないので、できるだけ取ります。こういう手間暇もかかるんで、またキャビアの値段っていうのはドンと上がるんでしょうね。はい、そしたらちょっとピンセットでやってたら切りないんで、こういうちっちゃいザル用意して、そこにキャビアを少しずつ入れていきます。こうやって。で、水の中でシャバシャバっと、フリフリします。そうすると細かい油とか、キャビアの潰れた卵の殻が、この隙間から水に放出されます。で、綺麗なキャビアだけ残りますんで、一回この作業をして、細かいものを取り除いていきます。で、目に見える大きいのはこう取りつつね、やっていきたいと思います。これは大変な作業だな。めちゃめちゃ時間かかるわ、これ。はい、そしたらある程度シャバシャバして、一通りちっちゃいゴミは取れました。あとは大きいゴミがちらほらありますんで、で、ここで初めてお酒が登場するんだ。水とお酒を1対1で混ぜます。で、そこにキャビアをジョボンと入れます。で、洗いつつ、こういうまだゴミがあったら、一つ一つこうやって取り除いていきます。まあでも売り物じゃないんで、ある程度にしときます。本当に大まかな大きなものを取り除いていきたいと思います。こうやってシャバシャバすると、こういう風に大きいゴミが出てきますんで、こうやって取っていきます。で、匂いもだんだん市販のキャビアの匂いに近づいてきましたよ。はい、そしたら不純物が取れたら、次はこういう風にして水気を切っていきます。こうすると下にポトポトと水分が落ちていきますんで、だいたい30分ぐらいでいいと思いますけどね、水を切っていきたいと思います。まだね、ちょっと取り切れてないのあるように見えるんですけど、まあ大きいのは取ったんで、もういいでしょう、このぐらいで。はい、そしたら30分経過して、水がだいぶ落ちました。で、今からこの生のキャビアを塩漬けにしていきます。で、塩漬けすることによって、あのキャビアの味が出ます。ほんで、塩の分量っていうのがめちゃくちゃ大事みたいで、キャビア全体に対して塩の量 2.5% です。なので一度こちらのキャビアの重さを測りますね。で、まずボウルを乗せて、で、ボウルの重さをリセット。で、そこにキャビアを入れます。お腹から取り出した状態だと 1.2 キロあったんで、1キロぐらいかな。うわ、結構下にゴミが溜まってんな。全然1キロもない。570g になってます。そんなにね、卵を潰したってわけでもないんですけどね。じゃあ、キャビア全体の重さが 571g ですよね。571g かけることの 0.025 は 14g ですね。お椀を乗せて表示を0。で、どんな塩がいいかわかんないんですけど、今日はこの沖縄の塩を使ってみます。14g ですね。OK。ちょっと多いな。よし。で、塩を入れます。パラ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 っと。で、塩が入ったら、ゴムヘラで潰れないように、ゆっくりと混ぜ合わせていきます。慎重に混ぜ合わせていきます。なんか塩が入ったらいきなり白っぽいのが消えて黒く輝き出した。はい、イクラとかとそこら辺は一緒ですね。じゃちょっとこの状態味見してみたいと思います。あ、うまっ！何これ！うますぎる！これめちゃめちゃ上手にできたかもしんない。塩が入ることで一気にキャビアの味が出てきた。もうむちゃくちゃ濃厚なチーズを食べてるようなそんな味わい。皮も柔らかくて最高だよ。で、ネットの記事とかによると、こう、塩漬けすると若干水が出てきます。これドリップって言うんですけど、ドリップを取りながら3日ぐらい取って、で、完成っていう記事とか、あとはもう塩混ぜた段階で完成だよとか、いろんなやり方があるみたいですね。でもね、食べた感じこれでいいので、ザルにもう一度移して、ドリップを1時間ぐらい落として、完成でいいと思います。一度ザルに戻して、残ったやつも丁寧に入れます。ほら、じわーっと黒いドリップが出てきました。まだまだ出てくると思いますんでね。これで冷蔵庫で1時間冷やしたいと思います。はい、では1時間経過して、かなりこのようにドリップが出ました。そしたらこちら、煮沸消毒した瓶の中に入れていきます。
こういう風に瓶に入れて小分けしていつでも使えるようにしておきます。でこれで蓋をして OK。 できるだけ空気が入らないようにしましょうか。入れてこうバババババババッと空気を抜いて、これ一人で食べるのはねちょっとさすがにもったいないんで、いろんな人に配ろうかな。すげえ美味しくできたんでね。はい、ではこんだけキャビアができました。とりあえず今日使うのはこの一瓶にしといて、あとは配ったり冷凍しとこう。これ冷凍保存できますんでね。はい、そしたら冷蔵庫で1週間寝かしました。だいぶ味が馴染んだんじゃないでしょうか。こうです。見た目はねそんなに変わってないかな。じゃあちょっと味見してみましょう。このぐらい。いただきます。味がめちゃくちゃ深くなりましたね。つけた直前はちょっと日本酒の香りがしたんですけど、1週間置いたらその日本酒の香りがなくなって、キャビアのクリーミーさがより強くなりましたね。めちゃくちゃうまいわ。そしたら今日はこちらのキャビアを一回スプーンをきれいに洗って、今日はこういったグラスによそって、こんな感じです。で今日はシンプルにこれクラッカー、こういうタイプのクラッカーね。これにチーズ、カマンベールを切って乗せると、こんなもんね。ちょっとブサイクですけど、そしたら食べる直前にこのキャビアをこの上に乗せれば完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日はシンプルですけど、僕の人生初自家製キャビアということで、シンプルに素材の味を楽しむ料理になってます。で、こう見ると、ものすごく粒が大きいの分かりますかね？この粒も大きくなるように育ててるらしいですね。ちなみに、軽く計算したら、このキャビア一粒、この一粒が、だいたい2円しました。一粒単位の話ですからね。じゃあこちら、いただきます。うまいな。よくイクラに似てるねって言うんですけど、そんな話じゃないな、これ。何にも例えれない味がしますね。このぐらいずつ食べながらお酒をちょびちょび飲みたい。うまい。じゃあクラッカーいきます。キャビアをたっぷり乗せて、いただきます。うまい。ものすごい相性抜群だな、これ。キャビアって、ものすごくクリーミーで、濃厚なチーズみたいな味がするんですよ。で、そのチーズみたいな味がするのに、なんでチーズ乗せるのと思ったんですけど、これ僕が食べた感想ですけど、この上に少量のキャビアを乗せて、食べることによって、この口の中で、キャビアとチーズが合わさった時に、なんかこのチーズの部分も、キャビアに化けるんですよ、口の中で。なので、なんでお得感が増すというか。で、このクラッカーのシャキシャキ感もいいアクセントになって、とてもうまいしお得。長く楽しめる食べ方ですね。はい、ということで今日はこちらの自家製キャビアときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！ギロのやつ。キャビアとビールかよって。僕も思いました。初めての組み合わせです。だいたいウォッカとか白ワインで合わすのが基本だと思うんですけども、そこをやっぱビールで合わしちゃう。さあ、合うのかどうか。7対3ですね。このグラスは会長にもらいました。いただきます。合う合わんかは一旦ここら辺に置いといて、ビールがうまい。そうじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は一匹丸々のチョウザメのお腹を裂いて、出てきた卵を自分で加工してキャビア作ってみましたけども、自分でもびっくりするぐらいの仕上がりになりました。で、あえて日本酒で洗ったんですけど、お酒がものすごく弱い方、ジンマシン出ちゃうよっていう方とかは、お酒を使わずに塩だけでやった方がいいかもしれません。イクラとかを味付けするときにもちょっとお酒入れるんですけど、ほんとお酒の弱い人だと顔真っ赤になっちゃうんでね。まだ身が残ってますので、次の動画はチョウザメをさばいて身でなんか作りたいと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。